強さと弱さの意味をどう理解しますか？強くなければ生き残れない。弱ければ価値がない。西郷隆盛。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は、西郷隆盛の言霊を紹介していきます。弱さと強さの意味をどう理解しますか？西郷隆盛のこの言葉は、幕末から明治維新へと続く激動の時代を生き抜いた一人の強さがにじみ出ています。この名言は、彼が直面した時代の変わり目において、生き残るためには強さが必要だと説いています。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、まず西郷隆盛のルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきましょう。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。西郷隆盛さんについては、あまりよく知らなくて、今日はいろいろ学びたいと思います。まずは出生や、家族とか幼少期の環境について教えてください。こんにちは、ハミルさん。西郷隆盛についてもっと知りたいと思う気持ちは素晴らしいね。西郷隆盛は1828年に薩摩国、今の鹿児島県で生まれた。彼の家族は士族と呼ばれる武士の階級に属していたんだ。西郷の父、西郷吉兵衛は薩摩藩の小売の役人で、家は裕福ではないものの、しっかりとした生活を送っていた。子供の頃の西郷隆盛は、好奇心がとても強く、物事について深く考える性格だったんだ。教育にも力を入れていて、特に中国の古典に興味を持ち、武士として必要な学問を学んでいったよ。若い頃から、彼は周りの人々に好かれる魅力があり、自然と多くの人を引き寄せるカリスマがあったんだ。この性格と背景が、後の彼の人生に大きな影響を与えたんだ。その頃の時代背景はどうだったんでしょう？西郷隆盛が活躍した幕末期は、日本にとって大きな変化の時期だったんだ。この時期は、約260年続いた江戸幕府が終わりを告げ、国内外の様々な圧力により、政治的にも社会的にも大きな動きがあったよ。国内では、幕府の権力が弱まり、薩摩藩のような外様大名、徳川家、家臣団に属さない大名が政治的な影響力を増していった。薩摩藩は西郷隆盛のような優れたリーダーを多く輩出し、明治維新で中心的な役割を果たしたんだ。外交の面では、ペリー来航による黒船来航、1853年と1854年が日本に開国を迫り、国際社会への参加を強いられた。これがきっかけで、国内の多くの勤王の志士や反幕府派が新しい政治体制の必要性を強く訴えるようになったんだ。西郷隆盛は、このような激動の時代に薩摩藩の若きリーダーとして、そして後には明治新政府の重要な政治家として、日本の近代化や国際立て直しに大きな役割を果たしたんだ。彼が生きた時代は、日本が伝統的な封建体制から近代国家へと変わる過渡期であり、多くの困難と挑戦があった時代なんだ。西郷隆盛は、そのカリスマ性を生かして、どんなことを成し遂げていったんですか？西郷隆盛は、そのカリスマ性と強い信念を生かして、日本の歴史に大きな足跡を残しました。彼が成し遂げた主な成果を簡単に紹介するね。西郷隆盛は、日本を封建体制から近代国家へと変革する明治維新の中心人物の一人だった。彼は大政奉還を進め、江戸幕府の最後の将軍、徳川慶喜に政権を天皇に返上させることに大きな役割を果たした。また、長州藩と薩摩藩との間に同盟を結ぶことに成功し、この薩長同盟が維新の大きな勢力となった。この同盟は、幕府に対する最終的な勝利を決定づける重要な要素となったんだ。新政府の一員として、西郷は藩籍奉還を推進した。これにより、藩主の領地と民を天皇に返還させ、日本の行政体制を中央集権的なものへと変えることに貢献したよ。さらに、民間人でも政府の要職に就けるように改革を進め、社会の広い層から人材を集めることに努めたんだ。明治政府との方針の違いから、西郷は西南戦争を引き起こした。これは彼の生涯の最後の大きな出来事となり、彼の死につながるものだったけど、彼の強い信念と行動力を象徴する事件なんだ。これらの成果を通じて、西郷隆盛は日本の歴史において重要な位置を占める存在となる。彼のカリスマ性とリーダーシップは、多くの人々を引きつけ、彼の考えに共感する者たちを動かす原動力となっていたんだ。いろんなことに挑戦して、やり遂げた人なんですね。だからこそ、強くなければ生き残れない、弱ければ価値がない、という言霊を残したと思うんですけど、言霊が生まれた背景を探っていきたいです。では、次のセクションで、西郷隆盛が残した言霊がどのような背景で生まれたのかを探っていこう。
西郷隆盛が残した強くなければ生き残れない、弱ければ価値がないという言霊は、幕末の激動の時代、特に政治的な混乱が極まっていた状況下で発せられたものだと考えられているよ。当時、日本は大きな変革を迎えており、西郷隆盛自身も薩摩藩の中で重要な役割を担っていたんだ。西郷は江戸幕府との対立において前線に立っていた。この時期、彼は薩摩藩の同志たちと共に、幕府の政治的な弱さに立ち向かい、新しい政治体制の構築を目指していたよ。薩英戦争、1863年では、西郷は実戦経験を積んだんだ。この戦争は、国際的な視野を持つための重要な契機となり、日本が世界と対等に渡り合うためには、内部の統一と強化が必要だという認識を深めたよ。彼の名言は、大政奉還、1867年を迎える過程での政治的な動きにも影響を受けている可能性が高いとされている。西郷はこの重大な政治的決断を支え、時代の要求に応じた強いリーダーシップを示していったんだ。この言霊は、西郷隆盛が自らとその周囲に対して厳しさを要求した結果でもあるはずだ。彼は、幕末の日本が直面した外的、内的な圧力に立ち向かうためには、個々の強さと集団の強靭さが不可欠だと考えていたんだね。この発言は、厳しい時代を生き抜くための彼の信念と決意を反映しているんだ。混乱の時代で、まだ戦争もあったんですね。だからこそ強さを求めたんですね。確か、坂本龍馬の時も学んだと思うんだけど、明治維新の時ですよね。簡単にその部分と、坂本龍馬と関係があったのかとか話してほしいです。明治維新は、1868年に日本で起こった大きな政治的、社会的、経済的変革なんだ。この維新によって、江戸時代の幕府体制が終わり、天皇を中心とした国家体制への移行が実現した。この過程で、西郷隆盛は重要な役割を果たした。坂本龍馬もまた、明治維新のキーパーソンの一人なんだ。彼は幕末の政治的混乱の中で、西郷隆盛とは異なる経路で活動していたが、目指すところは同じで、日本の近代化と政治体制の改革だったんだ。西郷隆盛と坂本龍馬が直接的な協力関係にあったわけではないが、彼らの活動は互いに影響を与え合っていた。特に、坂本龍馬が仲介した薩長同盟、薩摩藩と長州藩の同盟は、明治維新を成功に導くための決定的な動きだった。この同盟がなければ、西郷隆盛やその他の維新の志士たちが目指した政治的変革は、もっとずっと困難だったんだ。坂本龍馬は、この薩長同盟の成立に大きく貢献し、西郷隆盛もこの同盟を利用して幕府に対抗する力を強化したんだ。このようにして、二人は間接的にでも維新を推進するために協力し、日本の歴史に大きな影響を与えたんだ。混乱の時代に必要なスターがたくさん現れた時代なんですね。西郷隆盛は、どんな信念のもとに活動していたんでしょうか。そして、最後の時、教えてほしいです。西郷隆盛は、尊皇攘夷の思想に深く影響を受けていたんだ。これは天皇を中心とした政治を理想とし、外国の圧力に屈することなく日本を守るべきだという考え方。彼の行動の根底には、常に日本の自主独立と国民の福祉を優先するという強い信念があったんだ。西郷はまた、政治的には非常に柔軟であり、時には自己の立場を犠牲にしてでもより大きな目標のために動くことを厭わない人物だったんだ。彼の政治スタイルは、人々の心をつかむ誠実さと、目標達成のための断固たる決意とを併せ持っていたんだよ。西郷隆盛の最後は、西南戦争、1877年での悲劇的な出来事によって訪れたんだ。この戦争は、明治政府に対する一部の旧士族の反乱であり、西郷はこの反乱のリーダーとなったんだ。戦争の原因は、明治政府の政策に対する不満や、士族の失業問題、地方の経済的困難などが複雑に絡み合っていた。西郷は本来政府との対立を望んでいなかったが、彼の義理と信念が彼を反乱の道へと導いたんだ。最終的に、この戦争は鹿児島での激しい戦闘により終結し、西郷隆盛は戦闘の末に自らの命を終えたんだ。彼の死は、日本全国に深い悲しみをもたらし、その後も彼の理想と人柄は多くの人々に記憶されている。西郷隆盛の生涯は、強い信念と深い人間愛に支えられたものであり、彼の言葉、強くなければ生き残れない、弱ければ価値がないは、彼が直面した困難な状況と彼の信念を色濃く反映しているんだ。深く考えさせられるな。強くなること、これは絶対に必要なことだと思うんですけど、私たちが未来に向かってどうこの言霊を生かしていけばいいのか、お話しさせてください。分かったよ。次のセクションで西郷隆盛の言霊、強くなければ生き残れない、弱ければ価値がないという言霊を
私たちがどのように未来に向かって生かしていくかについて探っていきましょう。強くなければ生き残れない、弱ければ価値がないという言霊を私たちが未来に向かって生かしていくために次のポイントで考えることができると思うよ。個人の成長と自己実現、逆境に立ち向かう勇気、社会的倫理的責任、リーダーシップと影響力、教育と学びの持続。これらの点についてどれか活かせそうなことはあるかな。何かに立ち向かう際、まずは自分自身の内面がしっかりしていないとダメだと思うんです。だから個人の成長と自己実現についてお話ししたいです。個人の成長と自己実現に焦点を当てるのはとても良い選択なんだ。西郷隆盛の言霊を反映して私たち自身の内面を強化し、全ての挑戦に備えることは現在の複雑な社会で非常に重要だと思う。自己実現のための第一歩は明確な目標を設定すること。これは短期的なものから長期的なものまで様々だけど、自分自身が何を達成したいのか、どのような人物になりたいのかを具体的に定義することが重要なんだ。自分の能力を高めるためには継続的な学びとスキルアップが必要。様々なリソースを活用して常に自己を更新し続けることが大切だよ。そして成長は挑戦から生まれる。新しいことに挑戦し、失敗を恐れずに経験から学ぶことで自分自身の限界を押し広げることができるよね。失敗は成功へのステップと捉え、それを成長の糧に変えるんだ。もちろん他人との健全な関係を築くことも自己実現には不可欠。信頼できる友人や同僚、家族との関係を大切にし、相互支援のネットワークを持つことで挑戦の時に必要なサポートを得ることができるはずだよ。西郷隆盛のように内面の強さを持ちながら自己の可能性を最大限に引き出していくことは現代でも変わらぬ価値を持っているね。そうですよね。でも内面的な強さってなかなか変えられるものじゃなくて、強さってどう理解していけばいいんでしょうか。西郷隆盛から考えてみるとしたら、彼は自らを犠牲にしてでも大きな目標を達成することを選んだんだ。この自己犠牲の精神は自己認識が深く、使命感に基づいて行動することの重要性を教えてくれているかもしれないね。また彼は激動の幕末期においても冷静さを保ち続けたんだ。感情をコントロールし、戦略的な判断を下すことで知られていた。これは感情の管理がいかに重要かを示しており、感情に流されることなく合理的な決断を下す力が内面的な強さには必要なんだ。少しだけ強さについて分かった気がします。強くなるのではなく、深めていく過程で強さが生まれる。きっとそういうことなのかもしれない。他にも私たちに活かせることとして4つのアイデアがありました。ぜひ皆さんのご意見をコメント欄で教えてください。今日はありがとうございました。皆さん、今日の動画で西郷隆盛の強さについて一緒に考えることができて本当に嬉しく思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それではもう一度あなたに問いかけます。弱さと強さの意味をどう理解しますか？西郷隆盛の強さに関する深い洞察を通じて、私たち自身の強さをどのように築いていけばよいのかを探りました。彼の生き様や哲学が今日も私たちに大きな教訓を与えてくれたことでしょう。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。